はい、どうもゆうすけです。今回の動画では、漢字って書く必要あるのかっていうことについて話していきたいと思います。まあね、昨日インスタグラムの方でみんな質問ある？日本語の勉強の時に困ってることないですかって聞いたら、結構たくさんの人が漢字が難しいって言ってて、まあね、私日本人なんですけど、いや、わかります。漢字はね、マジで難しいと思う。やっぱりね、日本語を教えてたらめっちゃ思うわけですよ。いや、日本語ってやばいな、漢字ってすごい難しいなって思います。で、まあ今まで教えたりしてきたし、今まで生活してきてね、いろいろ考えることはあるんですね。で、私が、漢字について思うこと、どうやって勉強した方がいいかとか、科学的な話も踏まえながら、話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。まず、結論から言うと、みんなのゴールによります。みんな何を目指してますか？日本語を勉強する中で。例えば、人によっては、めちゃくちゃペラペラになって、会話ができるようになりたい。でも別に書く必要ないかなって人もいれば、いや、もう俺はネイティブみたいになりたい。日本で一生暮らしたいって人もいれば、日本の漫画がめっちゃ好き。だから漫画が読めるようになりたい。いろんなタイプの人がいると思うんですよ。で、私が一番伝えたいことなんですけど、漢字ってね、マジで時間かかるんですよ。コスパっていう言葉があって、コストパフォーマンスっていうのがあるんですけど、日本語を話せるようになるためには、コスパ的に見るとめっちゃ悪いです。コスパが悪いんですよ。漢字の勉強って。はい。このことも話していきたいと思います。で、その前に、皆さん気になると思うんで、ゆうすけ、日本人なんですけど、その日本人ってどうやって日本語、漢字を勉強するのっていうところを、ちょっと話したいと思います。まず、小学校。小学校の時は、もみんなね、めちゃちっちゃい子供なわけですよ。可愛い子供だから、もう書きまくる。ひたすら書きまくります。日本でね、みんなやるんですけど、漢字ドリルっていうのがあります。この漢字ドリルは、もういっぱい漢字が書いてあって、上からなぞったり、あとはいっぱい書いたり、書き順をね、覚えたりとかします。でもこの時に意味とかはあまり、まあ、重視してないです。とりあえずいっぱい書くっていうのをやりますね。ちょっと筋トレです。筋トレみたいな感じ。で、次は中学校に入ると言葉と一緒に覚えるんですね。他の言葉も一緒に。だからちょっと文とか、短い文とかで覚えたりとか。こうすることによって、その文脈で覚えることができるし、覚えやすくなる感じですね。意味プラス使い方が入ってくるのが中学校あたりになります。そして次が高校。高校生になると、読む力がだいぶ強いわけですね。中学校から結構読み始めるんですけど、高校は結構がっつり日本語をね、たくさん読みます。もちろんなんですけど。で、この読む過程において漢字をね、結構勉強したりするんですけど、小学校、中学校とかと比べるとあんまり勉強しないです。もうその時点でね、中学生の時点で大体の漢字は知ってるし、書けるようになるわけですよ。簡単なのはね、特に簡単なのはもう絶対書けるので。で、でも高校では結構難しいものを読んだりするので、そういう難しいものを読んだ時に、その新しいね、難しい言葉が出てくる感じです。で、大学生とかになってくると、やっぱりね、結構論文とか読み出すので、難しい言葉、はい、覚える人たくさんいると思います。私もね、結構論文とか読む過程で、この言葉なんだろうって調べたりもあります。はい。で、次、大人ですね、社会人になった時は、もうほぼ書きません。漢字。仕事によっては書いたりするんですけど、もう大学生ぐらいかな。大学生ぐらいからあんまり書かないので、これなんでかっていうと、普通に、スマホのね、キーボードを使ったことある人わかると思うけど、ひらがな打ったら漢字がその予測変換で出てくるんですね。だから、その予測変換を押せばいいから別に漢字を書くことなんてしないし、で、大学の授業でも、レジュメは
その PDF で来るし、もう基本あんまりペンを使うのはテストぐらいなんですね。いやだから結構そのテストでレポート書くときに、うわ、漢字なんだっけわかんねえって結構あります、正直。はい。特に言われてるのが今日本人が漢字をね忘れてきてるというか苦手になってきている傾向にあります。これはやっぱスマホの普及とかの影響もあると思います。This is a quick head. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lessons to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. はい。で、ここからが本質なんですけど、日本人はなんで書いて勉強するのかっていうところですね。これはもちろん母国語だからマスターしないといけないっていうのがあると思います。で、たくさん書く理由としては、その簡単な漢字とかは結構大事な書類とかね、そういう時に書くので普通に。ので日本人はやっぱ必要です。生きるためにね。だけど、皆さんは別に日本に住まない人もいるわけじゃないですか。だから最初に言ったレベルに合わせて勉強してほしいわけです。なんでかっていうと、私今漢字全然書かないですけど、めっちゃ読めるんですよ。で、特に私は他の人と比べた時に、日本人の中だったらかなり読む力が強いです。正直知らない漢字を見ても結構意味が分かったり予測したりします。はい。こんな感じでね、結構本読んでたおかげもあって結構読めるんですけど、私が言いたいのは、この読めるようになるレベルになれば、別に必要ないんですよ。漢字を書く必要なんて全くないんですよ。だから、もしね、日本語を話せるようになりたいんだったら、漢字を勉強するってわけじゃないので、別に漢字勉強しなくていいので、日本語を話すためにね。でも、漢字を知っておくと、漢字をすごく深く理解しておくと、すごい、なんて言うんですか、楽しいと思います。日本語の勉強もだし、日本語の理解もすごくうまくいくと思います。結構ね、私が日本語を教えてて思うんですけど、知らない言葉言うじゃないですか。そしたら、何その言葉、ちょっとタイピングしてって言われて、そのタイピングするんですよ。ズームでね。そしたら、この漢字とこの漢字が組み合わさってこの意味になるんだ。みたいな感じで理解してくれるんですよね。で、私もそういう時にすごく嬉しいですし、私が実際にそうやって新しい漢字を習得するので、皆さんにもね、この経験してほしいと思うし、もしかしたらもうすでにしてる人がいると思います。だから、ちょっとね、結構その簡単な漢字、なんて言うんだろう、よく使うやつとかを勉強するのは悪くないと思います。それを一個勉強するのに対して、意外とコスパが悪くも良くもないけど、普通にめっちゃ漢字を勉強するよりかはいいです。一個ね、漢字知ってしまって、そのコアの意味を知ってしまえば、新しい漢字に出くわしても意味が理解できるっていうことが起きます。でもね、喋りたい人がほとんどだと思う。多分。ってなった時に、やっぱ机での勉強、漢字の勉強はあんまり意味がない。でも、書くっていうよりかは、どちらかというと読みにフォーカスしてほしいです。読めれば OK だと思っていい。それでも漢字を勉強したい。日本語上手くなりたい。もう大賛成です。漢字って私は結構好きなので、面白い文化だと思うので。で、そういう人には結構この考え方を大切にしてほしいです。ちょっとね、科学的なんですけど、処理水準理論っていうのがあります。処理水準理論。これどういうことかっていうと、記憶はどれだけ深く考えたかで決まるってことです。だから、めちゃくちゃ例えば100回ぐらい書くじゃないですか。もちろん頭覚えると思います。その言葉をね。でも覚えるって言っても深さがあるんですよ。わかりますか？例えば、じゃあ、なんかある漢字があった時に、漢字って部首があるじゃないですか。この部首の意味を理解しようとしたり、漢字と漢字が2つつながってたら、それぞれのコアの意味をイメージしながら読んでみたり、イメージしてみたりとか。そしてもしくは、この漢字を使って、言葉を使って文章を作ってみるとか、フレーズ作ってみるとか、そういったちょっと深く考えてあげる。ちょっと頭を使ってあげる。そうすると脳みそが、
この言葉って大事なんだなって思って深く記憶してくれるので、そういったね、勉強方法をやってほしいと思います。この処理水準理論にのっとると、深い学習をすると脳がこれは重要なデータだと思うので、それをね、参考にしながら勉強してほしいと思います。はい。で、先ほど言った別にも漢字はいいよ、日常会話がたくさん理解できるようになりたいって人は、朗報があるんですけど、やっぱりね、ネイティブの会話ってすごい難しいと思うんですよ。で、そこで、私とユーマの方で暗記デッキ、スラングに特化した暗記デッキを作りました。こちら今無料でね、配布しているので、Discord の方から入ってダウンロードしていただけると嬉しいです。フィードバックもたくさんもらってて、かなりいいよっていうふうに、言われてますので、ぜひ皆さんも使ってほしいです。さっき言った処理水準理論にものっとっていて、深く考えれるように音声もつけてますし、イメージもつけてますし、例文もつけています。だからすごく覚えやすい、勉強しやすい、実際に使えるための道具になる。かつ教科書で学べないようなスラングになっているので、本当にすごいためになるものだと思います。ぜひあれを活用して日本語上手になってほしいと思います。本当にね、素晴らしいコンテンツとか素晴らしい単語帳とか作ってみんなにあげたいと思うので、はい、今後も頑張っていきたいと思います。今日の動画はここまでです。オンラインレッスンに興味がある方は概要欄から予約の方お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。